日本人なら誰もが歌ったことのあるあの名曲を生んだグループの元メンバー2人を大追跡。高度経済成長真っ只中の1971年、全国各地で次々とボーリング場が誕生し、長蛇の列ができるほど日本中が夢中になったこの年。1977年には「冬が来る前に」が大ヒットを記録しました。あれから48年、紙風船の2人は今どこで何をしているのでしょうか。ということで向かったのは兵庫県西宮市にある阪神甲子園球場。待ち合わせの場所に行ってみると、球場前で仲睦まじい夫婦を発見。すいません、紙風船のお二人ですか？翼をくださいのヒットから48年、紙風船の現在のお姿は。紙風船の後藤です。こんにちは、平山。赤い鳥の元メンバーで夫婦デュオとしても人気を博した紙風船。あれから48年、2人は今どこで何をしているのかを大追跡。紙風船の後藤です。こんにちは、平山康代です。2人とも70歳を超えても若々しい姿は当時のまま。私たちこの近辺に住んでるんですけど、よく通いました。もう風が吹いてきたら家で応援のね、あれが聞こえてきますから。そう、歓声とか太鼓とか。今阪神行くかな、ああいう感じでね。はい。2人は現在も地元兵庫県で日本の伝承歌や民謡を歌い継ぐなど音楽活動を続けているといいます。今からどこか行かれるんですか？ちょっとステージじゃないんですけど、仕事場がありまして、ちょっといろんなプリントとか入ってるんですけど、じゃあついていっていいですか？はい、どうぞ。後藤さんは音楽活動の傍らもう一つ別の仕事もしているというのでついて行ってみると、歌が降りてきます。でそれを捕まえるのが若い時は。実は大阪芸術大学短期大学部の客員教授を務めているんです。日常の毎日刻んでるリズム。シンガーソングライターや音楽活動の仕事を目指す生徒たちに向け、文章表現や作詞の講義を行っているんだとか。もうそんな後藤さんの授業を受けた生徒さんたちに話を聞いてみると、なかなか昔の言葉とかあんま知らないので、それを教えてくださるので。でも音楽をその詩とか書く中で本当にためになることを学べるなってめっちゃ思います。数々の名曲を残してきた後藤さんが今の若者に伝えたいことは。やっぱり日本人として自分たちの言葉で自分たちの歌を作りたいという新しい芽は育ってきてると思うのね。でだからそれをうまいこと引き上げるのが僕らの仕事やと思うんですよ。
未来のスターの育成にも力を注ぐ後藤さん。大学を後にしご自宅にお邪魔してみると、これすごい豪邸ですね。ここはもともと平山康代のご実家だって、それでまあ震災の時に古い家だったんですよ。全壊しまして、ほんで建て直して、ほんで2世帯が住むように。こちらのお宅で息子さんと3人で暮らしているそうです。70歳を超えた今もコンサートなど音楽活動を続けているという紙風船のお二人ですが、気にが一緒だった。尼崎北高校で同窓で3年生の時に同じクラスになりました。はい、はい、それが出会いです。3年6組でした。どちらから声をかけられて始まったんですか？声かけるも何もかけられないです。アイドルだったから、彼女はマドンナやったから。僕ら男 4,5 人つるんでですね、彼女の教室覗きに行くんですよ。あれが平山やでってね、はい、そんなんでしたから、高嶺の花でしたから。いえいえ、私はそんな自覚は全然ないんですけれども。いや、あったと思うよ。ちやほやされてるのはもう肌で感じ取ったと思うよ。同じクラスになっても別に同じクラス言うだけでしたよね。君はな。あ僕はもうとにかくどんだけ席近づこうかと一生懸命根回ししたもん、席替えとかの時に。はい、ほいでまあそのまま高校生活終わって大学になってからです、僕がアタックかけ出したのは。で僕大学でフォークバンドやってたから、それのコンサートがあったら彼女聞きに来てください、熱烈に誘って。はい、2人の出会いは今から54年前。それまで大学で声楽を学び、クラシック一辺倒だった平山さん。後藤さんのフォークソングに感銘を受け、デュオを組むことに。当時ギターを弾いてます言ったらそれだけでキャッってなんか女性になりますやん、キャッって。だからでそれがステージで歌って完全にコピーして上手やったし、それはキャーがキャッキャッとなりましたね。その後2人は地元のライブで知り合った山本俊彦さん、山本純子さん、大川茂さんらと共に赤い鳥を結成。そして1969年ヤマハライトミュージックコンテストでグランプリを獲得。小田和正さんや財津和夫さんなどが率いるグループが出場する中、赤い鳥がグランプリに輝いたのです。武田の子守歌と翼がをくださいがカップリングでシングルで、ね、1971年に出されました。でじわーっとこう広がっていって、ものすごい数のコンサート活動をずっとしてますから、それで広がっていったんですね。年間どれぐらいコンサートされてたんですか？150回から200回の間ぐらい。そうやね。はい。年間200公人気絶頂の最中、赤い鳥はなぜ解散してしまったのでしょうか。業界当たり前のことだと思うんですけど、年に1枚の LP
それから年に2枚のシングル版でこれを出さないといけないという200回もコンサートやりながらね、いつ作るんですかその曲とか、それから練習とか、そんなこと一切できないから、こういう環境から離れて別にやる人、この指たかれ言うから誰もたかってけへんかったで彼女だけ賛成してくれて、5人のうち私たち2人しか残ってないし、これからの人生50-50で一緒に生きていきませんかということを言われたので、そしたらそうしようかなと、それがプロポーズというんですね。はっきり言うてよ、声出して。はい、そうです、こうして赤い鳥はわずか5年で解散。それぞれ別の音楽の道を歩むことに。そして解散の年、2人は結婚し、夫婦デュオ紙風船を結成。康代さんの出産を機に拠点を地元関西に移した後、1977年に発売した「冬が来る前に」が大ヒット。この名曲ができたきっかけとは、冬はアラジンの石油ストーブブルーフレームのあれの新買い取ったんです。その時にベースマンがうちのベースマンが遊びに来てて、リビングでピアノでパンパンパンチャンタンチェンチャランチャンってなんかピアノでちょっと遊んでたんですね、ベースマンが。でそれを聴きながら、うわすごくいいわと、これ冬が来る前にストーブの新買えよみたいな即興でね、遊んでたんですよ。あ、これいいなっていうことで、ほんであくる朝ちょっとクールになって、また彼女のために詩を書き直してできたんです。あれがこう大ヒットした時はどう思いましたか？その時ね、宝塚のね南口のねパチンコ屋におったんですね。ほいでパチンコしてたらね、なんかどっかで聴いた曲やなってでよう聞いたら、あ、うちの曲や思って、それでこれはヒットするな思いました。翼をくださいでも聴けへんかったもん。その後も順調に音楽活動を続けていた紙風船。しかし未曾有の大災害が2人の音楽観を変えたといいます。阪神・淡路大震災の時ですね。あれは1年近く仕事はなかったですね。1995年1月、阪神・淡路大震災。兵庫県を中心に壊滅的な被害を受け、紙風船のお二人も被災しました。被害に遭われた人たちのために何かできることはないか、そう考えた2人は無償でのコンサートを開催。ボランティアで歌ってた時に西宮神社の境内で歌った時に私たちの歌が終わって、で聞きに来てくださった方がそばに来られて、で今なんたらの歌よかったわーって、で震災で天国に行ってしまったお父ちゃんにも絶対届いたわーって、うちも一生懸命生きていくこともう心に決めたわとか、今それ言うとまた涙出そうなんですけど、そういう言葉をいただいて、歌ってやっぱり人が生きていく上にも必要なもんだなと、それは感じましたね。歌うということはやめへんと思うんですね。声出なくなっても歌うということをなんか違う形で僕は追求したいですね。ちなみに紙風船さんの解散の危機はなかったんですか？解散は離婚ですよ。ずっと続いていくということで。はい、はい、大丈夫です。そんな後藤さんと平山さんのフォークデュオ紙風船は今年で45周年。メモリアルコンサートに向け日々リハーサルを重ねます。2人で歩んできた音楽人生